どうもこんにちは、フィジオウェルネス丸山の鎌田です。今日はですね、当店で行っている、整体、靴の調整、インソールについてどんな考えでやっているのかという形で内容の方をご紹介したいと思います。整体というとですね、何か共通する主義とか考えとか理論とかそういったものがあるように思っちゃいがちなんですけども、実はそうじゃないんですよね。回路とは何が違うのとか、病院のリハビリとはどう違うのとか、すごい疑問に思われる方って多いと思うんですけども、やっぱりやる人によって全然違っちゃいますよね。言葉としては同じなんですけども、やっぱりやってる内容というのはその人それぞれによって変わってしまいます。でインソールも同じように、もう20社以上インソールの会社メーカーってあるんですよね。ですのでその理論とか考え方も全然違うし、作る人によってもやっぱりちょっと変わってしまうんですね。また靴の調整というのはですね、札幌市だとあんまり馴染みがない言葉かもしれませんが、修理じゃないんですよ。靴を履く人の足に合わせて、加工したり改造したりそんなことをやっております。でですね、こうやっていろいろいっぱいあるので、今回のこの動画をご覧になってもらった方が、ご自身の問題に合うかなとか、これだったら悩みが解決できるかもなというふうに思っていただけたら、幸いです。では、内容の方行ってみたいと思います。はい。札幌市丸山公園にある体と靴の整体院フィジオウェルネス丸山、当店が行う整体施術、靴調整インソールについて、子どもからご高齢の方、そしてアスリートにも選ばれている理由、こんなお悩みでご来店されます。体や関節が痛い、痛くはないけどもメンテナンス、痛みではなく体が動きづらい、歩きづらい、発達障害と言われ、姿勢や体の動きが悪い、ではこんな経験はありませんか？痛いところを触られたけども変わらない、筋トレを頑張ったけども結果が出ない、ストレッチをしているけども硬いまま、体操をする時間がない、言ってもやってくれないで、間違っているわけではないんですよ。痛みの施術も体のための体操もあなたに合っていて初めて効果が出ます。これまでに行ったことで結果が出ない場合、他のアプローチが必要になります。痛みの原因ってですね、本当に多いんですよ。ですので病名とか症状といった結果が同じでも、それぞれの人によってですね、痛みが出る経緯とか歴史っていうのが全然違うんですね。だから今まで行ってきたことであんまり結果が出ないなって方は、ひょっとしたらですね、別の方法を考えた方がいいかもしれないですね。はい、でそこでまず当店の理論背景なんですけども、仕事をしていてもスポーツだとしてもいきなり組織が壊れるのは不自然です。慢性的な痛みには他の関節や反射的なストレスが存在しているというふうに考えて施術を行っています。でなぜそこが痛いのか、例えばですね、この腰痛の方ですと痛い場所は腰ですし、腰の写真を撮ったら何か悪いものが出ているかもしれません。でも生きていていきなり腰が壊れるって不自然ですよね。ですので腰にどこからストレスがかかっているのかということを考えています。なんとなく聞いたことがあるかもしれないですけども、骨盤の問題だったりその上のあばら、肋骨の問題のせいで、腰にストレスがかかって痛みが出ているかもしれないですよね。けれどなんで骨盤に問題が起こったのかっていうことを考えると、ひょっとしたらそれは足とか、太ももとか下半身の悪さをかばったせいかもしれないし、もしくはですね、肩とか手首とかの使いすぎで疲れのせいで、悪くなったのかもしれないですよね。当店は結果として腰にストレスがかかって痛みが出ていると考えているので、整体というのはですね、その部分を狙っていくんですね。ですので当店の施術動画を見てくださった方もいるかもしれないですけども、あまりね痛いところには触っていないんですよ。そうじゃなくてストレスがかかっているところどこかなっていうのを考えて検査して、その部分を施術として行っているんですね。でこの痛みは姿勢や動きのせいで
例えば猫背とかスポーツのフォームが原因だったりする場合ですね、筋トレとか反復練習でこれを治そうとするかもしれません。でもじゃあなんで猫背になるのとか、なんでフォームが悪いのという問題に、筋肉だけでは説明がつかないんですよ。ゴリゴリのマッチョの人がですね、野球のフォームがいいとか、細い人が姿勢が悪いとか、あんまりそんな感じないじゃないですか。動きって筋肉の量だけで決まんないんですよね。じゃあ動きの要素って何っていうと、こう視覚機能といってですね、これはですね、視力の 1.0 とか 0.5 とか、そういう視力のピント合わせのことじゃないんですよ。物を正しく捉えるとか、目線がどことか、目そのものの機能なんですね。こう眼球を動かしたりもあります。例えば目疲れがあったりすると体のバランスって思いっきり崩れるんですよ。で次に体勢感覚、これ何って言ったら、これは、関節が今どれぐらい動いているのかとか、どんな動きをしたとか、関節そのものの、感じ取る能力のことを言います。例えばこう右手を上げてもらって目をつぶった時に、じゃあ左手を同じ高さに上げてもくださいというとですね、ちょっとずれちゃう人いるんですよね。こうやって大まかにはこれが感覚のずれなんですよ。でこれも結構左右差があるので、気づかないうちに思った動きができていない人っているんですよね。あと昔にこうその関節を怪我してしまった人っていうのは、この感覚が落ちている人って多いんですよね。そして内耳前庭器官、これ耳の中にあるんですけども、メニエール病とか聞いたことがあるかもしれないんですけども、これはですね、重力に対して平行だとか傾いているとかを感じれる能力なんですよ。器官なんですね。この機能も落ちてたり左右差があっちゃうと、動きって変わっちゃうんですよね。でこの3つをですね、脳の前庭系というところで、合わさって統合して、バランス感覚って言われていますが、これがですね、筋肉に指令を出して動いているんですよね。ですので姿勢や動きを直そうと思ったら、このバランス感覚っていうのも絶対に考えなきゃいけません。ですぐに痛みが戻る、力が抜けない、こういう問題もありますよね。もちろん、単純な使いすぎはちょっと置いといて、さっき説明したバランス感覚ですね、この機能も結構大事なんですよ。でバランスが悪かったら体を力ませて対応しちゃうんですよね。で次に呼吸状態、これ思った以上に大事なんですよね。結構皆さんこう吸うのは得意なんですよ。ふーっと吸うのは。でも、すぐ痛くなったり、力を抜けない人って吐くのがすごい下手なんです。で腹式呼吸っていうね言葉は流行っちゃったんですけども、それだけじゃないんですよ。でお子さんから子供まで、この呼吸状態が悪い人って結構痛み出しやすいんですよね。なかなかリラックスできない状態になってます。これもね動画を見てくださった方は分かると思うんですけども、当店の施術の最初って結構呼吸の状態を良くしようとして深呼吸してもらうんですよ。でこれだけでも、半分ぐらい痛みがなくなる人って多いし、人によってはもう7、8割なくなっちゃう人もいるぐらい、呼吸って大事なんですよね。次に内臓ですね。この内臓の機能が悪いとか、内臓のトラブル不調があると、それだけで筋肉が体のその関節の連鎖とか全然無視して硬くなっちゃいますね。であとはですね、生きていていろんな刺激ってあるじゃないですか。で五感ってあると思うんですけど、この五感がですね鋭い人、こういう人って鋭すぎて普通の刺激もすごい過剰に感じちゃうんですよね。で光とか音に敏感な人に、それがすごい刺激の強いところに行ったら、結構しんどいですよね。あとはですね、こう対人関係でもストレスとかこういうものでも脳がすごいカリカリと興奮しちゃうんですよ。で、呼吸にもねこういうのってつながっちゃうんですけども、結果、体が興奮状態になって、筋肉が硬くなっちゃうんですよね。だから、すぐに痛みが戻ったり力が抜けない方っていうのがいらっしゃいます。で当店はですね、体の痛みや動きの問題にですね、関節の影響と硬くなる原因ですね、この2つを生態として行っております。もちろんね当店ではね対応できない人もいるんですよ。打撲とか肉離れとか組織が明らかに壊れていて、あれちょっとこれ病院行ったって言って
ちょっと見てもらった方がいいんじゃないかなっていう人とか、過剰にですね歯科矯正をしちゃった人とか、目の機能をもうちょっと良くしたい、伸ばしたいなっていう人は、当店じゃ無理なケースがあるんですね。そういった場合はですね、その道に明るいドクターですとか、歯医者さんとかメガネ屋さんとかをご紹介しております。はい、で次にですね、靴の調整とインソールですね。はい、では早速こんなお悩みでご来店される方が多いです。靴が合わない、足が痛い、外反母趾とか、小指の痛みだったりタコとか魚の目とか、爪以外にもですね、無下感とかなんか漠然として合わないという感じでご来店されますね。あとパンプスなんかでも対応してますので、そういった方も来ます。あとはですね、スポーツのパフォーマンスアップと発達障害と言われて歩き方が気になる方ですね。これですね、検診とか発達障害の専門病院の方とかですね、あとデイサービスとかですね、のご紹介でご来店される方が、いらっしゃいます。こんな経験はありませんか？サイズ計測をしたけども靴が合わない、インソールを使ったけども結果がいまいち、私の足がおかしいのよ、指示をしても意識してもうまくいかない。これですね、実は先ほど説明したバランス感覚とか五感っていうのもちょっとかぶっちゃうんですけども、だけど靴の問題もやっぱりあるんですよね。で、足や靴がですね悪いわけじゃないんですよ。痛みと同じように靴やインソールもあなたに合っていて初めて効果が出ます。ただ市販品で個性豊かな足に合うことはとても難しいんです。足ってものすごい個性が多いんですよ。あと当店に来る、外国の方とかも見ていると、ひょっとしたら人種によってもちょっと違うのかなっていうふうに思っちゃいます。とにかく足の種類が多いんですよね。ですのでパターン化された市販品ってこうぴったり合うのがもうほとんど奇跡に近いんですよね。で、靴はまるでタイヤとホイールっていうと、ホイールって人というとですねこう足なんですよ。でタイヤって、靴なんですよね。でタイヤとホイールって、言うなれば規格品なのでぴったり合って売られてるんですけども、仮にこれがもし合っていないとするとですね、こうまっすぐ走れないですよね。でドライバー、これは人でいう脳みそなんですけども、一生懸命まっすぐ走るように頑張りますし、車体ですね、これは体のことなんですけども、どうしても歪んでしまうストレスが多くなっちゃいます。で体でもやっぱり同じことが言います。靴が合わないと足のトラブルとか関節への負担だったり、バランスを制御しようとして脳みそがすごい頑張るんですよね。で体っていうのが歪んだりとか疲れたりっていうのをしてしまいます。当店では全てをチェックしています。例えばですね、足だと足の指の長さとか形とか、土踏まずのカーブ、これ横から見た曲線なんですけど、足の、動きの癖とか使えてるか使えてないかとか、怪我によって歩き方に影響があるかとか、あと靴ですね、靴自体の特徴、あとは形、サイズがどこまでしっかり合ってるかなとか、このサイズならちょっといけそうかなとか、そういったジャッジをしていますし、靴の曲がってほしいとこでしっかり曲がっているかなとか、履く人の足の軸ってあるんですけども、そういったとことしっかり合ってるかなとか、そしてこういったものが歩きや体にどのくらい影響しているのかなっていう感じで、結構いっぱい見ています。その上でですね、この靴の形じゃちょっと合わないなっていう場合に加工を加えたりとか、改造をしたりとかで、そこから足と靴をぴったり合わせる触媒としてですね、そしてさらに歩きをサポートするためにインソールを使います。でゴールとしてはですね、足が、ぴったりフィットするので歩きやすい、体が楽だっていうのを、目指しておるんですね。という感じで今日は整体、靴の調整、インソールについてご説明させていただきました。完全予約制でやっておりますので、体とか靴のお悩みもぜひご相談ください。そしてですね、YouTube の方や Instagram でも当店の施術の対応内容について、公開しておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。では今日はありがとうございました。